こんにちは、ネジの猪俣です。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらはサブチャンネルになりまして、普段ブログで紹介している、お知らせ事だったり、あと DIY のこととか、お部屋のインテリアのことなど、あと旅行も好きなので、趣味の旅行のことだったり、あとお買い物レビューなんかも、こちらのチャンネルで紹介していきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。で今日はコットンタイム5月号が発売になりましたので、こちらの紹介をしたいなと思います。今回は日暮里繊維街の方でちょっと内容の方を紹介させていただきました。メインチャンネルの方でも日暮里の動画の方は紹介させていただいてるんですけれども、これをですね少し音声でも紹介していきたいななんて思っています。で実際に、私もですね教室用のキットの準備だったり、あとは好きな花柄の生地を見つけに行くのに日暮里の方はよく行くんですけれども、しばらくですね行けなかったんですけれども、最近またちょっとね外出できるようになってきましたので、少しずつですね布を探しに行くことも増えてきました。私のおすすめルートは、動画でも紹介しているんですけれども、まずですね駅を出るとすぐに天屋がありますね。天屋っていうのは500円で天丼が食べれるっていう、とってもねお得な、お店になってます。してみてください。ちょっと食べてすぐ出たいっていう方にはとってもおすすめです。でここ少し歩いていくとラーメン屋さんがあるんですけれども、手打ちのね麺を作ってるみたいで、とっても気になってるんですけれども、実は一度も入ったことがありません。で右手の方はこちらはですねよくテレビの方でも紹介されるお店になってますね。洋服が結構ねお安くなってます。子供服だけじゃなく大人の方の大人服もすごく豊富なので、入り口のところからですねついつられてちょっと中に入ってしまいそうな場所になってます。でも洋服を作ろうと思って繊維街に行った方は、最初に見ない方がいいかなと思います。あまりにもねちょっと安すぎて、作る気力をねちょっと失ってしまいますので、あんまり先に行くのをおすすめしません。で最初の交差点で、リバティを扱っているパキラが見えてきます。こちらはリバティプリントだったりソレイヤードの生地とか、あと他にもチェックとか無地の生地なども扱ってるので、最初の入り口になりますので、よかったらね見てみてください。荷物がたくさんになりますので、エコバッグはね2つぐらい予備で持っておくといいですよ。で信号を渡る今度右側の方に行くとエドウィンショップがあります。デニムで有名なショップなんですけれども、こちらでも、実際にジーンズを作った時の端切れが、売ってますので、ミシン糸もですねセットになっててお得になってます。端切れもミシン糸もない時があるので、ある時はちょっとチェックしてみるといいかなと思います。そしてですねちょっと奥まったところに安田商店があります。こちらは5丁目店になります。すごくね店主の方も気さくな方なんですけれども、店内の方もですね撮影させていただきまして、あんまり汚いところを見せないでねっておっしゃってたんですけど、積み上がった様子はですねすごくね圧巻ですよね。で日暮里はね予算を決めていてもどうしても予算オーバーになりがちなんですよね。で買った生地はできるだけ早く形にして、また次の機会にまた来れるようにすぐ使うことをイメージして購入されるのがおすすめです。でも私もね洋服作ろうと思って買った生地がバッグになってしまうことなんて本当にねよくあることなんですけれども、でもそこで湧いたイメージをそのままですね早めに形にしていけるといいですよね。ここのねトマトは結構
セールの時にですね、反物を、持って歩かなきゃいけないので結構ね体力が必要になります。でセールの時に行くよりは私のおすすめとしてはセールが始まるね少し前ぐらいに行くといいんじゃないかななんて思っています。2階に行くとローズの生地がですねずらっと並んでますのでそこからですねお気に入りの生地を見つける楽しみになってます。ない時もあるんですけれども、ある時はちょっと大人買いしちゃう場所です。変わったボタンとかを見つけたいなっていう方はこちらのねオントラベリングっていうお店もおすすめです。ここもね少し奥まったところにあるんですけれども、一見ねちょっと分かりにくいんですが1階と2階に店舗があって、2階の方にはですね、チェコのボタンだったりとか、ちょっとアクセントになるようなボタンが売ってますのでぜひチェックしてみてください。はい、そしてですね、日暮里っていうと布を多く扱ってるというイメージが強いと思うんですけれども、実はですね革屋さんも結構多くてアクセントに使えるような革の端切れもたくさん置いてますので、ぜひね見つけたら寄ってみるといいですよ。そして最近ですね行った時に去年ですかね、去年の9月ぐらいに行った時にオリジナルの布が作れるというお店もできてました。布の種類も選べてデザインを自分で入稿するというお店になってます。そしてその上ではですねちょっとお得なランチもいただけましたよ。普段はですね東口を利用しているので北口から出ることはなかったんですけれども、繊維街と反対方向に行くと谷中銀座になってます。ここもですねブログで紹介してますのでよかったら、見てみてください。それからですね問屋さんっていうと、メーター単位で購入しなきゃいけないっていうイメージが強いと思うんですが、以前トマトもそうだったんですけれども、昨年行きましたらですねもう50センチから10センチ単位で購入できるように変わっていましたので、必要な量だけ購入することができるようになりました。これはねちょっと嬉しいお知らせですよね。そんな感じで、日暮里のマップ付きでですね紹介していただいてますので、よかったらですねコットンタイムの方もぜひチェックしてみてください。編集部の方が取材に行ってですね詳しくレポート書いてくださってますので、よりね分かりやすいんじゃないかななんて思っています。こんな感じで、日暮里の方を紹介させていただきましたが、せっかくなので、最初にですね私が掲載された、こちらのコットンタイムの方も紹介したいなと思います。初めてね、応募したのはこの後ろのページにねこういう感じで募集欄があったんですよね。その当時はスマホとかもなかった時代なのでデジカメで撮った写真を現像して編集部の方に送らせていただいてました。それでお声掛けいただいたのがきっかけでこちらの2007年の5月号に掲載いただいたんですね。で当時は、初めてだったのでラフを送ってくださいって言われてもどんなものを送っていいのかわからなかったんでファックスでですね多分デザイン画を10枚ぐらい送ったんじゃないかなと思います。実際に採用になったのはこちらのキーケースとですね、カフェトレイになります。自分の作品が本に載ることも初めてのことですごくね嬉しかったのを思い出します。はい、それで一緒に、届いたのがですねこちらですね、前回ですねリュックを掲載いただいた時の、コットンタイムのフランス語版が届きました。ありがとうございます。なんかフランスだからやっぱりちょっとポップな感じのね明るめな感じで表紙もねすごく素敵ですよね。こちらのファスナーポーチとミニ財布ですね、こちらも動画の方を紹介しています。であとリュックですね、帆布で作るリュックを紹介していただきました。今回はですねなんとお知らせがあります。実はですね予告にもうすでにね紹介されているので予告のページだけちょっとこう告知させていただこうかなと思うんですが、なんとですねコラボ定規が付録になってきます。で作品はですねもうすでに紹介しているんですけれども、こちらの、丸いね半月型の巾着だったり、あとはドリップポーチ、こちらもねYouTube で紹介しながら実は定規の試作も兼ねてですねで紹介させていただいてました。この一つですごく盛りだくさんな定規になってますので、
ぜひですね次回の付録の方も楽しみにしていただけると嬉しいです。この色はですね、私がいつも愛用しているソーラインさんのカラーをですねちょっと目指してみました。なんか一緒に使う道具の色を揃えるとやっぱりねちょっと手芸の時間も楽しくなりますからね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。